どうも、男中村です。今回はバルサミコ酢を作りましょう。お酢作りシリーズは穀物酢、リンゴ酢、ワインビネガー、米酢ときて、とうとう今回はバルサミコ酢です。バルサミコとはイタリアのモデナ地方で作られる伝統的なお酢のことなんですよ。バルサミコはイタリア語ではアチェートバルサミコと言います。アチェートバルサミコ。アチェートバルサミコっていうみたいですね。アチェートっていうのは酢っていう意味です。バルサミコっていうのは香りがあるっていう意味です。だから香りがあるお酢っていう意味なんですよ。本物のバルサミコは木の樽で長期熟成して作ります。中でも伝統的なトラディツィオナーレという商品は樽で12年以上熟成させたものなんですよ。でも今回は熟成させません。っていうのもそんな12年も待ってられないですからね。熟成させたい人は熟成させてくださいね。私の動画の中では平気で1年熟成しましたとか3年熟成しましたとか出てきますけど、今回は熟成させません。熟成させないなんちゃってバルサミコを作ります。短期間で完成しますから、最短で2週間ぐらいで完成できると思います。この動画を見ればお家でバルサミコを作ることができますよ。では作っていきましょう。作る前にバルサミコ作りの流れを説明します。まずはブドウ果汁を煮詰める。次にアルコール発酵させる。次に酢酸発酵させる。そしたら完成になります。このような流れでバルサミコを作ります。伝統的な作り方では樽の中でアルコール発酵と酢酸発酵を同時に行うみたいですけど、お家で作る場合はアルコール発酵をしてから酢酸発酵させるという別々でやります。その方が発酵の進み具合も分かりやすいですし、ミスも少ないのでこちらの方法でやろうと思います。バルサミコの材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。ブドウジュースのおすすめはこれです。スジャータの赤ブドウジュース。これは濃くて美味しいんですよ。別にスジャータからお金もらって勧めてるわけじゃないですよ。私がいいと思って勧めてるんですよ。別にこれじゃなくてもいいんですけど、使うブドウジュースが美味しければ完成したバルサミコも美味しいものになりますから、ご自身が美味しいと思うブドウジュースを使ってくださいね。お鍋にブドウジュースを入れて火にかけます。火力は弱火です。煮詰めると言いましても沸騰させてはいけません。本物のバルサミコは温度が80度を超えないようにじっくり加熱して、それで24時間かけて半分の量になるまで煮詰めます。私はとても24時間もやってられないんで、80度をはるかに超えてますけど、ギリギリ沸騰しない程度の火力で煮詰めることにします。30分でこのくらいになりました。きっちり半分にしなければならないことはありません。だいたい半分くらいになればそれでいいですけど、まだまだ半分にはなってませんね。1時間でこのくらいになりました。もう少し煮詰めます。1時間15分で半分ぐらいになりました。これで火を止めました。煮詰まったブドウ果汁をアルコール発酵させます。そのために40度以下まで冷まします。早く冷ましたかったんで冷水で冷ましました。冷めたら適当な瓶にまずはドライイーストをほんの少し入れて、煮詰めたジュースを注ぎます。瓶はペットボトルでも何でもいいですよ。そして蓋を閉めますけど、蓋はしっかり閉めてはいけません。アルコール発酵によって炭酸ガスが発生するんで、密閉すると瓶の内圧が高まって瓶が破裂する恐れがあるんで、蓋は軽く乗せる程度でいいですよ。このまま暖かいところに置いておきます。冬なら暖房の効いた暖かい部屋に置いておきます。夏なら冷房の効いてない暑いところに置いといたらいいですよ。これは6月の末の京都でやりました。今年は6月の末から猛暑が始まりましたから暑かったですよ。そんな暑い環境だとすぐに発酵が進むと思われます。1日経ちました。液面のあたりに細かな気泡が発生しているのがわかりますか？これがアルコール発酵によって発生した炭酸ガスです。このようにアルコール発酵は見た目にはっきりと発酵しているという証拠を見せつけてくれるんでわかりやすいですね。5日経ちました。
液面の気泡がなくなったんで、アルコール発酵は完了していると思われます。ちょっと味を確かめてみましょう。ワイングラスに注いで、おお、濃厚なワインになってます。これでアルコール発酵は終了です。夏だからアルコール発酵は早く終わりましたね。冬だったら1ヶ月ぐらいかかることもありますよ。それでも温度が低くても、たとえ冷蔵庫の中でもゆっくりですがアルコール発酵は進みますんで、寒くても時間はかかりますけど必ずできますんでご安心ください。アルコール発酵が終了したかどうかの見極めは、ブドウジュースの糖分がアルコールと炭酸ガスに変わりますから、炭酸ガスの発生がなくなって飲んでみて甘みがなくなっていればアルコール発酵が完了したということです。ではこれを酢酸発酵させます。大きめのタッパーに出来上がったワインを入れます。そして市販の赤ワインビネガーを 180ml 程度、そしてレーズンを少々、軽く蓋を閉めて置いておきます。こうすると酢酸発酵が始まります。酢酸発酵とは酢酸菌がアルコールを原料に酢酸を作ることです。大きめのタッパーに入れたんは、酢酸菌が液面で酸素を消費しながら酢酸発酵をするので、液面の面積が広い方が発酵の効率が良くなるんですよ。そのために大きなタッパーを使ってます。ワインビネガーを入れたのは酸膜性酵母という有害菌の発生を抑えるためです。酸膜性酵母は酸に弱いので、ワインビネガーを入れることによってその発生を抑えることができます。それからレーズンの表面に酢酸菌がついているので、レーズンを入れることで酢酸発酵が始まります。レーズンはオイルコーティングされてないものを使ってくださいね。ちなみに今回使ったのはこれです。これはオーガニックですけど、オーガニックでなくてもオイルコーティングされてないものだったら大丈夫です。それで暖かいところに置いておきます。温度は20度から30度ぐらいの間の温度がいいです。冬なら酢酸菌は20度を下回ると酢酸発酵が進まないんで、暖房の効いた暖かい部屋の、例えば冷蔵庫の上だとか、暖かい部屋のさらに暖かい場所に置いておくといいです。そして酢酸発酵には酸素が必要なので、タッパーの蓋は完全に閉めないように、ほんの少しだけ余裕を持って閉める方がいいです。蓋を少し開けておいたら虫とかゴミが入りますから、おまけに酢酸やアルコールは揮発するんで、空気だけがほんの少し通るようにわずかな隙間を開けておくだけでいいですよ。また酢酸菌は液面に浮いてコロニーを作って酢酸発酵をします。だから液を混ぜたりするとそのコロニーが壊れてしまって発酵の効率が悪くなってしまいます。だからタッパーはあまり動かさないように置いておくと酢酸発酵が早く進みます。酢酸発酵に必要な期間は最短で3日でできたこともあります。長ければ1ヶ月以上かかることもあります。それはその環境によって変わります。酢酸発酵についていろいろ説明したんで、もう一回おさらいしますね。酢酸発酵とは、酢酸菌がアルコールを原料に酢酸を作ることです。大きめのタッパーに入れるのは、液面で酸素を消費しながら酢酸発酵をするからです。ワインビネガーを入れるのは、酸膜性酵母の発生を抑えるためです。レーズンを入れるのは、レーズンに酢酸菌がついているから、それを入れることで酢酸発酵が始まります。レーズンはオイルコーティングされてないものを使います。酢酸発酵に理想的な温度は20度から30度ぐらい。酢酸発酵には酸素が必要なので、蓋は密閉しない。酢酸菌のコロニーを壊さないように、混ぜないように、動かさないようにする方がいい。酢酸発酵に必要な期間は最短で3日。長ければ1ヶ月以上かかります。その環境によって変わります。これらのことについて詳しくは過去のお酢作り動画で説明してますんで、詳しく知りたい方はそちらもご覧ください。酢酸発酵させてる間はほぼ毎日蓋を少し開けて匂いを嗅いで酢酸発酵の進み具合を確認してました。最初はアルコールの匂いが強く、酸っぱい匂いは弱かったです。酢酸発酵が進むにつれてアルコールの匂いが弱まって酸っぱい匂いが強くなってくるんですよ。それで酢酸発酵開始から16日経ちました。匂いを嗅いだ感じで完全にお酢になってると思ったんですよ。念のためにスプーンですくって少し味見してみました。
おお、完全にお酢になってます。バルサミコの完成です。本当はこれを木の樽で何年も熟成させるんですけど、今回はこれで完成とします。適当な瓶に移し替えました。それでは完成したバルサミコを飲んでみましょう。では、匂いは酢です。ツーンときました。酸っぱいです。酸っぱすぎてちょっと味を味わうとかそんなんじゃなかったです。ほんの少しだけ舐めるようにして味を味わってみたいと思います。酸っぱいけどワインを飲んでるみたいな感じですよ。ブドウの味がしっかり感じられるワインになってます。ブドウの味って言っても甘みは全くないですからね。ボディの強いワインのような感覚ですね。熟成味はないです。もちろん熟成味はなくて若い感じなんですけども、やっぱり濃いです。そんなバルサミコ酢に出来上がりました。本来ならこの材料からいくともっと酸味が強いものができると予想されてたんですけど、今回酢酸発酵させてた場所が25度から35度ぐらいまでの温度だったんですよ。猛暑の京都で冷房も効いてない暑い部屋に置いといたんですよ。けどちょっと温度が高すぎたようですね。酢酸発酵完了まで16日もかかってますから、気温が高すぎて酢酸発酵がゆっくりだったんじゃないかなと思われます。酢酸発酵が遅いだけならまだいいんですけど、気温が高いことによってアルコールと酢酸がちょっと飛んでしまったんじゃないかなと思われます。だから完成したお酢は、十分酸っぱいんですけど、計算ではもうむちゃくちゃ酸っぱいはずなんですよ。それがちょうどいい酸味になって、それは良かったといや良かったんですけど、あんまり高い温度で酢酸発酵させるのはあまりよろしくないかもしれないです。夏ならエアコンの効いた涼しい部屋で酢酸発酵させるといいですね。そんなわけで無事に美味しいバルサミコ酢ができました。この動画が面白いとかためになったって思ってくださった方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。他にもブログ、ツイッター、インスタグラムもやってますんで、そちらもよろしくお願いします。ブログはもう10年以上やってますから、今までの全ての情報がブログで見れますよ。ものすごい情報量ですから、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。